さえざえとした稲の夜明け。酒造りが始まります。米を釜に入れて蒸気で蒸す蒸し米です。ちょろ出ししますよ。ちょろ出しでいい大丈夫です。ちょっと蒸気を上げてもらっていいですか。ボイラーを操作するのは向井酒造の女性杜氏、向井邦子さん。どれぐらいの時間蒸すんですか？うちは60分から70分ぐらい、70分かな最近は。今日はちょっと量が少ないけど、もうちょっと60分ぐらい。杜氏は酒造りの現場を取り仕切る製造責任者です。丹後半島の北東に位置する京都府伊根町。伊根湾を囲むように軒を連ねる230棟の船屋。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。2階が居室や漁の道具置き場、1階が船のガレージになっています。日本のベネチアと例えられる伊根。向井酒造は日本一海に近い造り酒屋です。創業は江戸時代中頃の1754年。老舗の酒蔵で生まれ育った向井さん。近年映画のモデルにもなりました。11月後半から新酒の仕込みや分析に追われます。お酒のその酸味とか、アミノ酸は旨味とか、あと辛さとか測ってます。東京農業大学で醸造学を学んだ後、伊根に帰郷、杜氏に迎えられます。特に自分が作りたいっていうのがなかったんで、農大も本当無理やりもう行け行け言われて、もうそこしか金出さんいうことで受験したような感じだったんですけど、行ったら本当にいい大学で、そこの大学行ってなかったらお酒にも興味が多分ないままだったんで。酒造りの第一歩。精米した米を洗ってぬかを取り除きます。洗米した米を水に浸し、水分を吸収させます。これを浸積と言います。その後、冒頭の蒸し米へ。蒸し上がった米の一部に麹菌を振りかけ、種付けします。高温多湿の麹室で繁殖させ、米麹にします。しばらく寝かせて塊になった蒸し米をほぐす切り返し。麹菌にムラなく酸素を供給し、繁殖を促す作業です。麹菌はデリケート。赤子のように大事に育て、おちおち休むこともできません。24年前、女性の新米杜氏に蔵人たちの風当たりは強く、気苦労が絶えなかったそうです。自分が帰ってきた時に経験もないのに杜氏になって、本当に険悪な中酒造りをして、ほんまにもう飲めんぐらいの酒も作っとったことがあるんで、蔵の中がギスギスしてるとお酒もギスギスしてて、今温度がどうだったとかこうだったっていう報告のし合いはないんですよね、相談したり。だからやっぱいいのができなかったんで、いい酒作るために一番大事だと思ってるのは、向井酒造で働いてくれてる人たちとの信頼関係
作業大変なんでしんどいですけど、やったるかいと思ってもらえるような蔵の環境づくりっていうのがすごく大事だと思ってますね。当時1年目に開発したあるお酒が向井さんに対する評価と向井酒造の未来を劇的に変えていきます。酒母用の蒸し米が蒸し上がりました。向井酒造の杜氏向井邦子さんは蒸し米でひねり餅を作り、硬さや弾力、水分量、味などを五感で確かめます。蒸し米を素早く布で包み、道向こうの蔵へ運び出します。さあ行き澤田君、叫ぶんだ。頑張れ。あらかじめ米麹と水を仕込んだタンクに蒸し米を入れます。やがてこれが日本酒の元となる液体、酒母になります。もろみ作り、絞りを経て瓶詰めしたお酒は検品後全国、そして世界に出荷されます。向井酒造のお酒は主に京都の酒米、食用米を使った純米酒。うちは食中酒を目指してやってて、どっちかっていうと華やかなお酒というよりはキレがいい、あんまり余韻がふわーっと余韻が残るっていうよりは、飲んだ時にうまみあるけどあとスッと切れる。でやっぱそういうキレのあるお酒ってやっぱ料理との相性、あんまり料理選ばないんで、素朴で飲み飽きのこない酒造りっていうのを大事にしてます。向井さんは東京農大の卒業研究に赤石基礎の古代米を使った酒造りにチャレンジ。恩師武田正久教授の強い勧めがありました。これからはその話題性のある酒造りしないとダメだってずっと言われている先生で、今まで透明感に、濁り酒ぐらいしかない日本酒に色がついた日本酒ができたら面白いだろうって先生が言われてて、色がきれいに出たお酒のサンプル飲んで、むちゃくちゃまずくて飲めなくて、それで先生に電話して「いや作るんですけどなんかすごいまずかったです」とかって言ったら、これは色が出るかどうかの研究で、味のそのバランスはお前がこれから取るんだろうがバーンって怒られまして、泣きながらやったっていうか恐ろしさの中で作ったんですけど。果実酒のような酸味と甘みに味を整えた稲満開は、今や国内だけではなく海外からも注文殺到の人気商品に。愛する先生、愛する稲への思いが実りました。そして副産物も。熟成させた稲満開の酒粕は果物のチャツネのような甘酸っぱい風味に。丹後の焙煎機メーカーがチョコレートに練り込んで商品化しました。酒造りの合間を縫って稲漁港へ。トレトレピチピチ、旬の魚を見たり買ったり、漁師や知人と会話を楽しむのが何よりの息抜きです。この稲の漁師町っていうのが大好きだったんですね。
船団が昔あって北海道にサバ取りに行ってたんですけど、大きな船で見送る時に紙テープみんなで持って本当に映画のワンシーンみたいになるんですけど、伊根湾を3周演歌流しながら出ていく姿がむちゃくちゃかっこよくて、なんでうちの親父はあの船に乗ってないんだと思ったりとか。海が近く、山も近い。魚はうまいし、お酒もうまい。自然と食、そして人情味豊かなこの町が、向井さんの酒造りのエネルギーになっています。伊根最強。